たちが感じてらっしゃると思います。今この時の何とも言えない安定するような、安定したような、浮いたような、漂うような、そのような感覚を持ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。一つ言えることは、今とてもあなたたちはバランスを取るために、そうですね、シーソーとちょっと想像してください。ちょうどこの真ん中のところにあってギッタンバッコンしますよね。この真ん中からギッタンバッコン、ギッタンバッコンという形で、今そのバランスを取るためにエネルギーがとても強いので、そっちのバランスが偏らないようにバランスを取るためにギッタンバッコンしながら、エネルギーがふーっと軽くなった時、この軽くなった人はここからまた上に行きます。わかりますか？で、ふっと下がった人はここからまた上に行けるチャンスが起きるわけですね。つまり同じギッタンバッコンなんだけれども、こうやってちょっとずつ上がっています。これはエネルギーが強いので急激に上げることはもちろんできない。つまりあまりにも私たちの肉体レベルでは、次元ではそれは、体に対して負担が大きくなってしまうので、調整を取りながらギッタンバッコンしながら、ちょっとずつ、そしてそのちょっとずつはここで戻るんではないんですね。一回上がって、こういうふうに上がってはいくんですけども、この上がった人はそこにとどまります。そしてまた下がっていって、また上がっていく。だからこれはずっと上がり続けます。だからこちらも上がり続けて、両方とも上がり続けて、バランスを取りながら上手に今この時を乗り越えようとしています。そして私たちが今感じている、なんとなくこう華やかな気分になってみたり、なんかちょっと憂鬱になってみたりというのは、もちろんこのエネルギーの波動の高さというのもあるんですけども、皆さん一人一人の中の気持ちの中がついていかない状態、意識レベルの中がついていかない、つまり無意識のところでは感じている、何かが変わっているなというのは感じてはいるのですけれども、意識レベルがその何かというものを捉えることができないので、漠然としているので、なんとなく不安になったり、でも皆さん気づいているんです。これで大丈夫だということは分かってらっしゃるんですが、ということでしょうかね。何かご質問がありますか？今日さんっていうね、美味しい定食屋さんに行きまして、で今回そのなんだかよくわからない流行り病の賑やかなおかげさまでね、ここの土地のところのサラリーマンさんがね来なくなっちゃって、みんなこう一生懸命個人店さんはやっておりまして、でその方たちがこれから上手に残っていくには、その私たちの在り方とか、そういう人たちと一緒にこう共に生きて、私は食いしん坊なので、共にそこで生きていく、楽しく生きていくには、私たちの在り方っていうのは、いただく側としてはどういうふうにすればその形がいいバランスを取れるのかっていうことの、食べ物屋さんだけじゃないですけれども、いろいろとこう困ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんですね。だからその方たちと共に生きていくために、私たちはどういう心構えでどんな風にして生きていったらバランスよく取れるのかなっていうことを愛の部分で教えていただきたいな、知りたいなと思うので、もしメッセージがありましたらお願いします。それはとても素晴らしい質問だと思います。今まで私たちがあなたたちから聞いてきたのは、自分たちはどうしたらいいのかとか、これからどうなるのかとか、そういう不安を前提にした上での何か質問だったりとか、自分自身とかその個の部分っていうのかしら、欲の部分がとても強かったと思うんですね。今この質問はとても素晴らしいと思うのは、自分の我欲ではなくて集団の中の一部として、そして個として自分の役割というのはないけれども、自分はどういうふうにしたらその人たちと上手にこの地球というこの惑星でこの次元において抜けていくことができるのか、どんなふうに楽しく抜けていけるのかということを聞かれたわけですよね。これはとても意識レベルが上がっているという証拠なんですね。もちろん自分が満たされた上での発想なんですね。自分自身が迷っていたり、自分が分からなかった時にはその発想は出てこなかったと思います。あったとしてもそれは虚偽ですね、嘘ですね。だって自分が恵まれてないのに、自分が満たされてないのに、自分が幸福ではないのに、
人様に対してというとかすり替えですね、自分をごまかすために人の幸せを願っていたという部分があったのではないでしょうか。それはその幸せを願うというのは、まず自分の幸せを願い、自分が満たされ、自分が喜びになり、そして幸せを感じられた時、初めてその幸せのお裾分けというのでしょうかね、そのお福分けというか、幸せを分かち合うというその立ち位置にやっとなるというところなんですね。これがとても大事です。まず自分に与えて喜び楽しみながら自分の命を生きるところから始まるんですね。そして自分の命を知った人たちは人の命も知ることになるんです。自分の命と共にあるから、この共にある命を切り離すことができないから、じゃあ自分の命の役割は何をしたらいいのかな、何ができるのかな、どうしたらいいのかなというふうに考える。これが広がりとなり、この広がりというのが非常に多くな役割を果たします。つまりあなたたちは今不安がありませんね。恐れと恐怖がもう消えてないと思うんです。これがとても大事なんです。自分が何者なのか、命そのものを感じ取った、理論理屈ではなく自分が知ったことによって、そして新たな進化発展を進めていくというか、もっともっと先に自分を開いていく、つまり進むというよりも開いていくというか、自分の境がなくなり、どんどんその宇宙が膨張するみたいに、あなたたちの意識レベルも膨張し、一つのものとして、そしてその一つのものの中の自分が個として、自分のやる集団の中の個としての自分というものを生きる、この輝きが今この時に生きるという、これは変わりません。だからあなたたちが望むものというのはこれからどんどん叶ってくると思いますよ。あなたたちが思ったことはストレートに自分に根拠はないけどそうなると思うような確信があります。それは根拠はないけどそうなると思います。だからその意識レベルの中でそういうふうに分かった時にはそれに従ってみてください。そうするのではなく、そうなる、そうあるものになっていく、これがこれからのあなたたちの生き方だと思います。つまり人と関わる時もそうなる自分になっていること、そしてそうあることを自分で思っていること、つまりそのお店屋さんだったり大将だったりおかみさんだったり、自分の好きなごひいきさんでもいいですね。その方たちのことを常に自分の中でそうある姿をいつも思い描いてください。それはそのある姿というのが繁栄になります。しかしあなたたちがこれからご縁になる人はそうある姿しか映さない人たちばっかりになってくるから、心配することはないんですね。だから本当にリラックスして自分が喜びの中で楽しく笑って歌って、そして生きていくということ、これがとても大事で、それが心の自分の心と、そして大いなる意志のものの自己の大いなる自己と大いなる自我が一つになり、これがバラバラじゃなく二元性ではなく一つの喜びとなって、感情というのは喜びですね。大いなる自己の中に喜びは存在しない、ただあるだけだから。でも自我というのは感情があります。これは喜びがあります。この大いなる自己の中に喜びというものを入れて、そしてこれが一つのものになりますね。これを上手に転がしながら自分の思うこと、喜びの中をまず生きる、ここからまたスタートしてください。そしてこの先に進んでいくのです。今それはこの時ですから、どうぞ喜びの中にいてください。大いなる自己の中の喜びしかありません。これを今体感しているのです。ワクワクしましょうとか、喜びの中にいましょうということは散々勉強してきました。そしてあなたたちはもうそうなっています。なぜならば喜びの中にいたのではなくて、恐れと恐怖がただなくなって消えたから残ったのが喜びだけなんです。自分たちの選択によってそうなったということ、自分たちにとってとてもそれが嬉しいことだということを知っていたから、それを望んでいたから、だからそうなったということ、そんな自分を褒めてあげてください。喜んでください。ありがとうございます。それでよろしいでしょうか。あまり長くなると大変ですからね、このくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。何か質問がありましたらさんの方にメールでも何でもお問い合わせお願いいたします。ありがとうございました。はい、おしまいです。ありがとうございました。またね。